ああ、マジか。本当にどんどん先越されてくな。あいつの晴れ姿か。そりゃ見たいわ。見たいけど。よし、せっかくだし、めちゃくちゃに祝ってやるか。でも確かこの日って。やっぱお仕事だわ。しょうがない。ご祝儀だけでも送っとこ。誠に残念ながら、ハートは欠席とさせていただきます。ごめんね、と。パパもママも、まだいい人いないのとか聞いてくるし。アイドルなんだからさ、そういうのはダメだっての。アイドル、なんだからさ。別に会いに行けばよくない？新幹線だって何だってあるでしょう。あるわけないじゃん。アイドルだよ。スキャンダルなんて一番気をつけてるって。あ、ちょっとポテトおかわりしてくるね。出会いに来い。ねえ。いっぱい買い物しちゃった。みんなへのお土産と差し入れのお菓子と、あとはあんなところに私のポスター。いろんな人が見てる。桜も結構咲いてきたんだ。今度みんなでお花見したいな。でもなんだかすれ違う人みんな、もしかしてカップル？恥ずかしくなってきちゃった。戻ろう。恋、私もいつかできるのかな。友達ほんと恋バナ好きでさ、もう相づちしか打てなくって。もちろん相談とかなら乗りたいんだけどね、価値観が違うって言われたりしたら難しいな。そればっかりはどうにもならないもんね。あ、これお菓子。しんさんもどうぞ。サンキュー。それと、みほちゃん。ハートのことは、とって呼んで。ハートさん。うし。いやー、恋バナって正直しんどいの超わかる。この前なんかさ、プロデューサー。そうなんだよ。もう聞いて。また友達が結婚するっつってさ。親も友達も恋愛だの結婚だの、もう圧がすげえのなんの。ずっとアイドルでいるつもりとかなんとか、もう困っちゃう。しんさんはそういう悩みがあるのか。大変だね。結婚とかはまだわかんないけど、
恋愛は同感。そういう期待されてもね。アイドルなんだし。カレンちゃんカレンちゃん。はいはい、ハートさん。ところでプロデューサーさん、後ろの人は？よろしくお願いします。っていうことは次のお仕事の打ち合わせですよね。どんなお仕事なんですか？ちょい待ち。お仕事とプライベートは別腹だっての。やるやる。やらせてくれなきゃハートプンプンなんだから。歌とセリフでちょっとしたショートムービーみたいになるんですね。アイドルとしての歌唱パートと恋する女の子としてのドラマパート。どんな映像になるんだろう。大筋は告白された女の子が恋心に悩んで答えを出すまでのストーリー？ラブロマンスって感じなんだ。いいじゃんいいじゃん。こんなお仕事引っ込めようとしちゃノースイーティーだぞ。取ってきてくれてありがとなプロデューサー。ってことでじゃあ2人とも改めてよろしく。はい、いいものにしましょう。当然でしょ。まあにしても恋心か。さーてこの3人でのお仕事って初だし、ここはスイーティー親睦会と行こうぜ。まずは2人ともよろしく。それでぶっちゃけさ、恋愛経験ってどうなの？いきなり切り込んできたな。そういうの嫌いじゃないぞ。すみません。でもほら、やっぱり恋心がテーマならちゃんと学んでおかなきゃって思って。なんか恋バナとか結婚とかみんなここ最近いろいろあったみたいだし、一から考え直してみるのも悪くないでしょ。いろいろあったね。でも恋愛経験かないな。嘘、美穂モテそうなのに。そんなことないよ。モテたかどうかはわからないけど、私から恋をするっていうのはちょっと怖いなっていうか、もしも大切な友達を好きになったとして告白して失敗して今までの関係が崩れたり前みたいに話せなくなるかもって思っただけで怖くて、だからちゃんと恋愛をしたことはなくて、っていうよりも考えたことなかったかな。でもいつかはとかそういう憧れはあるよ。憧れか。ハートはさ、アイドルへの憧れがめっちゃんこ強かったんだよね。それだけで生きてるって感じでさ。んで
毎日そのことだけ考えてたから。アイドル以外のことを考えるような余裕なかったな、マジで。ま、今もなんだけど。私もハートさんと同じ感じかな。夢も憧れもアイドルが一番だったから。そっか、本当に恋愛経験ゼロか、私たち。なんだか不思議だよね。恋の歌を歌ったり、そういうシチュエーションを演じたりはしたことあるのに、監督に褒められるレベルなのにガチな恋は未経験。今からするにもむずいしな。アイドルと恋、それは永遠のテーマ。まあしようと思ってできるもんでもないしね。この度はお世話になります。ちゃんとシュガーハートって呼んでくれた？ありがとう。そんなの全然ですよ。慣れなんてないない。どんな歌だってお芝居だって毎回必死なんだから。そういえばサウンドディレクターさんはさ、プロデューサーとも仲いいんでしょ？プロデューサーの恋愛経験とか知らない？そっか、プロデューサーさんなら恋心がどういうものかわかるのかも。っていうかちょっと知りたいな、それ。割とマジで。確かに私たちには話しづらいかもしれないけど、大人のディレクターさんや千尋さんたちにならどうなのか。なんだ、参考になりそうだったのに残念。そうですか。やっぱり自分たちで考えないとですよね。いきなりすみません。ありがとうございました。ありがとうございます。こんなことなら1回くらいでも経験積んどけばよかったわ。でもやっぱハートはアイドルだし。確かに私たちは恋愛経験ゼロですけど、アイドルのことだけを考えて打ち込んできた2人はやっぱりかっこいいなって思いますよ。嬉しいな、ありがとう。そう言ってもらえると本当に胸を張れるよ。アイドルじゃなかったらできたことっていっぱいあると思うけど、アイドルだからできなかったって後悔したくないから。カレンちゃんなんかハートと似てるわ。でも美穂ちゃんだって謙遜すんな。甘さ抜群 100% スウィーティーの可愛い子ちゃんなんだから。ハートと一緒にお砂糖棚に並ぶ爆売れ間違いなし。さっきの話聞いてても思ったけど、関係のこと考えるのって大事だし、本当に優しくて可愛いんだなーって再認識？急に何ですか2人とも。そんなに褒められたら顔熱くなっちゃう。やっぱり可愛い。ナイスウィティ。嬉しいですけど、あんまりからかわないでくださいよ。もう
それで次はどうするかだけどさ。二人は夢に向かって進むために恋愛をしてなかった。でも私はただ臆病だっただけ。かわいい 100% スイーティー。褒めてもらえたのは嬉しいけど、なんだか少しだけ自分が小さく思えて。私ってそれだけなのかな。それじゃあ恋愛研究発表会パチパチパチ。イエーイ。まずはあのサウンドディレクターさん、プロデューサーの恋愛事情を探ってくれたみたい。本当ですか？仕事が恋人みたいだってさ。なんだ、つまんないような、ほっとしたような。まあ全力でプロデュースしてくれてるってことでしょ。感謝しとけ。ってことでみんなの方はどんな感じ？ジンクスとかどんな気持ちになるのかとか、そういうのは大体分かったよ。けど実際にその気持ちになるのはやっぱり難しいよね。そういうこと。ちょっと行き詰まっちゃったかな。やっぱみんなもそんな感じか。あとは想像でどこまでいけるかだよな。これまで以上に恋できるかってとこ？やっぱ実際にやってみるしかなくない？どうやって？まさか恋人を？いや、そもそも恋人って恋愛してからできるものだし、だからよくわかんなくなってきた。おっとラメ。お悩みフェイスはハートにはノンノン。別に今はステージでもないんだし、悩んだ顔してもいいんじゃないの？四六時中笑顔だと疲れるでしょ。ハートのプリチーフェイスはいつでもスイーティーじゃねえと。はいはい、みんな暗い顔はギルティーよ。どうしたの？何かお悩み中？そんな時には糖分補給しよう。プップードーナツデリバリーどうぞ。お、サンキュー。てか早苗さんにのりこちゃん二人でどうしたん？ちょうど撮影のお仕事だったのよ。差し入れでもらったドーナツ二人で食べようってなって。せっかくだしみんなで食べよう。悩んだ時には甘いドーナツ。そうそう、私たちにパーッと話してみなさい。ありがとうございます。それで悩みっていうか、お仕事のことでちょっと行き詰まってるっていうか。なるほど、恋の悩みね。ちょっと語弊のある言い方やめろし。でも同じでしょ。みんなは恋愛について知ろうとしてるけど、肝心の気持ちがわからないってことだもん。いろいろ研究はしてるんだけどね。やっぱり演技っぽくなくするには経験しかないのかなって。ハートの周りは経験豊富なんだけどな。恋愛はもちろん結婚までバカスカしてるし。
ああ、わかるわ。この年になってくるとね、増えるのよね。やっぱ早苗さんもそう？最近なんかさ、SNS で友達の赤ちゃんの写真が。たまに地元の友達と遊ぶとかなり衝撃受けるわよね。昔と全然変わってて、なんていうか大人になったなってね。それに比べて自分らは恋愛すら未経験。だいぶ脱線したわ。目的地ガールズトークに変更します。実際のとこは恋愛って幸せなものなのかな。キラキラしてて素敵なものには思えるけど、自分とは違う誰かと過ごすから難しいこともあるだろうし、実際そういう揉め事も多いわよね。すれ違いっていうの？自分の理想を押し付けたり、本当の自分を見せられなかったり、いろいろ仲裁したことあるからよくわかるけど、なかなか冷静じゃいられないのよね、恋愛って。のりこちゃんはどう？ジェシーってまさにって時期じゃない？確かに周りの友達は告白したりされたり、恋バナもたくさんかも。放課後手をつないで帰る子もいっぱいいるし、私自身は前にお仕事で考えたことがあるくらいかな。キュンキュンするドーナツデートを考えたんだよね。ああ、めちゃくちゃ甘いって噂の。でも美穂ちゃんの言う通り、楽しいことだけじゃないんだろうな。失敗して泣いちゃう子もいるもんね。相手の子が何考えてるか全然わかんないって辛そうにしてる子もいるし。でも正直私にはまだよくわかんないかな。恋って言ったら私はまさにドーナツに恋してるって感じだし。でもみんなはお仕事のために恋心を探ってるんだよね。あんまり力になれなくてごめんなさい。こっちもわかんないままだから。つまり結論わからん。わかんないままでも研究はできるし、今までの経験だってあるんだし大丈夫っしょ。大事なのはさ、アイドルとしてラブロマンスを見せることなんだから。このまま行き詰まって立ち止まってたらダメですもんね。頑張りましょそうそう、勉強して研究して求められたもんを演じきってみようぜ、アイドルとして。それからこれはちょっとしたアドバイスっていうか、お姉さんからの一意見だけど、型にとらわれすぎなくてもいいんじゃないかしら。今大事にしたいものを考えるべきっていうか。今大事にしたいもの？ドーナツ？そうね、そんな感じ。難しく考えすぎて今をかすませちゃダメよ。恋愛って本当に誰かに学ぶもの？研究するもの？何の実感もないままただ上辺だけを演じてそれでいいの？こんな気持ちのままでいいわけないよね。
なおつー。やっぱの成果ちゃんと出てきてんな。この調子で頑張ってこ恋愛はまだまだ難しいですけど、きっとなんとかなりますよね。よくはなってる。よくはなってるけど、でもプロデューサーさん、お疲れ様です。なになに、ねぎらいに来てくれたん？ありがとう。ちょうどレッスンも終わったとこだし、みんなでパーッとディナーでも行っちゃう？プロデューサーさん、ちょうどよかった。聞きたいことあるんだけど。恋愛してなきゃ、恋心がわからなきゃ、恋の歌って歌っちゃいけないのかな。違うよね。でも私たちはずっと恋の歌を完璧に表現するために恋愛について研究してきたよね。物語の恋する女の子になれるようにって、恋心を知ろうって。でも結局答えが出ないまま、演じるのはどんどん上手くなってるけど、それだけ。このままじゃそれで表現したかったことはできないと思うんだ。もう意味のないことはやめない？分かったふり、進んでるふりをするのはやめようよ。私たち別のことをして答えを見つけるべきなんじゃない？まあまあ、カレンちゃん。言いたいことはわかるけどさ。それじゃ、今までやってきたことがミスナーはみたいじゃん。これまでのお仕事だってうまくこなしてきたんだし、今回だってこの調子で進んでいけば大丈夫だって。確かに答えは出てないけど、恋愛の大体は分かってきたっしょ。そんなの見た目だけでしょ。取り繕うのが上手くなってくだけ。中途半端だよ。けどさ、そうした結果が求められてない姿になったらどうすんの？時間ももうないんだし、オーダーはちゃんとこなさなきゃ。失敗できないし、アイドルとしてね。またそんなこと言って。シンさんの本音はどうなの？本当はこのお仕事どう思ってるのさ。ちょいちょい、はあとだぞ。またそうやってシュガーハートの皮でアイドルとしてで自分を隠さないで。ちょっと二人とも。本音？それってハートのマジな気持ち？そんなのしまっとこ。笑顔で可愛いのがアイドルでしょ。いっつも笑ってネタにして隠してちゃんと話してくれない。明るく可愛いシュガーハートとして生きてる。そうしたいっていうのは私にだってわかるよ。でもだからってお仕事もなあなあにするの？本気になってくれないの？本当の気持ち話してくれないままなんだ。違う、そんなんじゃないよ。このお仕事を取ってきてくれたプロデューサーやディレクター、それからファンのみんなを裏切りたくないもん。すっぴんで遊んでられた頃とは違うの。アイドルにマジだからこそ可愛くないところは隠すんでしょ。そういうの今はどうでもいいから。私はシンさんの本音を聞きたいの。どうでもよくなんかない。二人ともやめてください。これじゃ喧嘩みたいじゃないですか。私たちが今するべきなのはこういうのじゃないでしょ。二人の言ってることだって正しいと思います。ちゃんと答えを見つけなきゃいけないし、アイドルとして求められたことをやり通さなきゃいけない。でもこんな風に言い争ったら溝ができちゃうだけ。
確かにわからないままです。だからこそちゃんと3人で意見をまとめないと。ハートさん、シンさん。お、私はマジなシンさんを、アイドルだけを見つめてがむしゃらに進んできたシンさんをかっこいいって思います。ほんの少し羨ましいくらい。美穂ちゃん。それでカレンちゃん。カレンちゃんならきっとどんなことだって答えを見つけることができる。そこまで進んでいけると思う。でもそれを見つけるよりも先に大事なことがあると思う。だってアイドルは一人でステージに立つわけじゃないんだから。美穂。お先に失礼します。すみません。どうしてみんな同じ目的を持ってるのにバラバラになっちゃうんだろう。カレンちゃんの気持ちはよくわかるけど、一人で抱え込むんじゃなくてちゃんと話してほしかったし、それにみんなで頑張ったことは意味のあることだよ。シンさんは可愛いもかっこいいも持ってるのに、どうして一番かっこいいところを隠しちゃうの？私には片方しかないのに。苦しいな。アイドルって時々すっごく苦しい。あれ？これ私のポスター。まだここに飾ってあったんだ。アイドルとしての私。キラキラ輝いた顔でまっすぐ前だけを見て、自分なのに見てるとなんだか元気になるような。これがみんなが知ってる小日向美穂。みんなこんな風に誰かを元気づけるアイドルにきっと恋をしてたんだ。それなのに今の私全然可愛くない。はあ、今日のハートはさすがにノースイーティー。一番大人で一番しっかりしてなきゃなのに、子供みたいに喧嘩しちゃった。やっぱ恋愛わかんないわ。うん。昨日はマジでごめん。私もごめんなさい。熱くなっちゃって。いえ、私の方こそなんだかカッとなっちゃって、本当にすみませんでした。むしろ美穂がちゃんと言ってくれてありがとうって感じ。私やっぱやるからには妥協したくないから、アイドルとしていつでもやりきりたい。でもそれを押し付けるのは違うよね。シンさんにはハートさんにはハートさんの信念とか大事にしてることがあるんだもん。本音で話してほしかったってのは本当だけど、
ごめん。こっちこそごめんね。カレンちゃんの言う通りマジになんなきゃいけない時もあるし、仲間にだったらそういうとこも見せてもいいよね。かっこいいって言ってもらえたの嬉しかったし、ギリギリまでしがみついてあがいて妥協しないでみんなを虜にしちゃうような最上級スイーティーに仕立てる。それが賞味期限なしのシュガーハートだもんな。だからみほちゃんありがとう。みほちゃんこそかっこよかったよ。あんな美穂初めて見たかも。美穂の本気も伝わってきたよ。そっか私そっか。やっぱり研究を続けても恋愛についてはよくわかんなくて、誰かに恋する気持ちをこれ以上具体的にするのは難しいと思う。恋心っていうのがどんな気持ちなのか、映画や漫画やそういうのではたくさん分かったんですけど、正直まだ全然実感湧かないんだよね。はい、確か一番愛おしい時間、一番眩しいもの、その姿を追いかけて走ってきたもの、それが生きがいでずっとがむしゃらに生きていけるもの。一度掴んだ後は絶対に失いたくなくて、いつまでもこの時間が続けばいいなって思うもの。自分がふさわしいのかなって、自分の気持ちは本物なのかなって、そんな不安と苦しさに襲われたり。それが理想でしかないって分かってるのに、何一つ譲れなくってぶつかっちゃったり。可愛い自分、綺麗な自分だけを見てほしいって思うのに、いい大人がみっともないところを見せちゃったり。あとは相手のことがわからなくて悩んだり、友達にそのことをたくさん相談したり。そっか。ねえ、この気持ちって。だな。落ち着いて並べてみたら全部覚えがあるわ。アイドル、私たちきっとアイドルに恋をしていました。それからアイドルの私と一緒に進んでいく未来にまた恋をしてる。ねえ、こんな恋でもいいよね。こんな風に生きてもいい。そうだろプロデューサー。よくなかったですか？恋愛じゃねえけど。そうだね、恋愛じゃないけど恋はしてる。
すごく近くにあったことに気づいて、それでいいって背中を押してもらえたんです。もう待ちきれないよ。プロデューサー、早く早く。なんだかドキドキしてきました。深呼吸。ガハー。シュガー式呼吸法？なんだかこっちまで緊張してきたわ。のりこちゃん、ドーナツもらっていい？今日はスペシャルなフレーバーがぎっしりだよ。緊張も吹き飛ぶこと間違いなし。みんなもどうぞ。ありがとう。さて、それじゃあプロデューサーさん、お願い。君に告げられた言葉が飲み込めないまま日々が過ぎる。初めてだった。こんな風に心が乱されるのは。大きな波が寄せては引いて、私の思いはどこへ流されていくのだろう。荒波を乗り越えて、きっと君に伝えに行く。だからそれまで待っててね。おお、すごい。本当にラブロマンスになってる。まるで甘酸っぱいストロベリーフレーバーみたい。みほちゃんのカットもキリッとしててかっこいい。ありがとう。でもなんだかみんならしいわね。それでいて恋をしてるように見えるというか、答え見つかったんだ。まあねー。本当は知ってたくせに。何か言った？なんでもない。ありがとうございます。そっか、みんなこれを見るんですね。楽しみだな。そういえばプロデューサーさん、私たち恋愛研究でいろいろ話したんだけどさ、プロデューサーさんの恋愛経験って聞いてなかったな。プロデューサーのちょっと気になる。大人の恋ってやつ？甘酸っぱいよりビター系かな。確かに聞いたことなかったわね。ほら、せっかくの機会なんだし、教えてくれてもいいんじゃないの？そうそう、どうなんだよ、教えろ。ケチいけず。謎は深まるばかりですね。ま、そういうのも大人の魅力ってやつか。せめてどんな味だったかだけでも知りたいな。そうね。きっと恋っていうのは一つの味には絞れないのよ。大人も子供もね。私のポスター、新しいのになってる。あの人たちもかっこいい私を見てくれるかな。さてと、もう行かなきゃ。
小日向美穂がいるってバレちゃう前に。やっぱりこの道カップルが多いな。みんな幸せそう。愛おしくて眩しい時間か。いつかこの道を誰かと歩く日が来るかもしれないよね。相手は誰だろう。そういうのを想像するのも楽しいかも。とってもいいお天気。こんな桜の木の下で誰かと一緒にお昼寝できたらきっと素敵なんだろうな。けどその恋心に出会うまではこの日々に恋をしていくんだ。何が？それはありがとう。でもアイドルだからね。それに恋愛してなくったってさ、恋の歌は歌っていいでしょ。何に恋するかなんて自由なんだしさ。わお、耳が早くて偉いぞ。実は今日友達の結婚式だったんだよね。それもあっていろいろ考えて、恋ってのはお砂糖の種類みたいにスイートなだけじゃなくていろんなものがあるって分かったの。結婚ってゴールインとか言うけど、人生それだけがゴールじゃないっしょ。それと同じ感じで、そもそもハートはみんなのものだし絞れないっていうか、愛してくれる人みんなと結婚したいから。ほらいっぱいいるだろ。いるって言えよな。ま、そんな気持ちで恋の歌を歌ったっていいんだ。それをみんなに伝えたいって思ってる。恋の幸せの形は一つだけじゃないってことを。そうだろみんな。